皆さんこんにちは。 Welcome back to my channel。 今日はこれから大阪の道頓堀に行って、道にある漢字を皆さんに教えたいと思います。イエーイ。大阪の街をブラブラしながら、道にある看板の漢字とか駅にある漢字とかを皆さんに見せて、教えたいと思います。漢字を勉強するときに教科書で勉強するのもいいんですけど、日本に住んだ時に身近にある周りにある漢字が分かった方が、生活しやすいと思うので、この動画を作ることにしました。この動画が皆さんの役に立ったら嬉しいです。じゃあ早速電車に乗って道頓堀に行きましょう。レッツゴー。早速一つ目の漢字を見つけました。皆さんこの漢字どういう意味かわかりますか？はい、まず一つ目は立つという漢字ですね。で、入りますの漢字ですね。で、禁止はいけませんという意味ですね。forbidden という意味です。なのでこれは立ち入り禁止と読みます。ここには入ってはいけませんよという意味です。この漢字は何ですか？皆さんこの漢字知ってますよね。この漢字何の漢字ですか？買うですね。これは切符を買う。皆さんこの漢字はどういう意味でしょう？絵を見たら意味はわかりますね。これは何て読みますか？扉に注意です。扉は door という意味です。注意は気をつけてくださいという意味です。皆さんこのアナウンス聞いたことがありますか？扉が閉まります。ご注意ください。ちょっとこれ漢字と関係ないんですけど、さっきのイコカをチャージしましたよね。で、イコカの中のお金がなくなったら、この乗り越し精算機というのを探してください。この漢字は精算機と読みます。で、この、機械でここにカードを入れて、お金をチャージしたらまた、この改札を通るときに使えるので、お金がなくなったら乗り越し精算機を探してください。A little bit of tips。OK、じゃあ今から、14番出口まで行きます。テレワークや時差通勤、ここは今日は平日だから人が少ないんですけど、休みの日とか金曜日の夜に来ると人が多すぎて歩けないです今日はまだマシですね。ちょっと今私マスクしてるので声が聞こえにくいかもしれないんですけど、聞こえにくかったらごめんね。あと雑音も入ってるからちょっと聞こえにくいかもしれないです。はい、じゃあ行きましょう。あ、漢字見つけた。この漢字は何だ？皆さんこの漢字は何ですか？ヒント。名前はサンドラッグストア、ファーマシーですね。この漢字は薬の漢字です。ここは薬局なので薬の漢字が使われています。 OK、 行きましょう。道頓堀に最近薬局が増えました。多分外国人の観光客が増えて、たくさんみんな薬局で日本の化粧水とか化粧品とかを買うので、なので薬局はいいビジネスだと思います。今から道頓堀の商店街を歩くんだけど、商店街のお店もたくさんのお店が薬局に変わりましたじゃあ今から階段を上って
よし行きましょう。はい、皆さん道頓堀に来るときは14番出口から出てください。行きましょう。こういう撮影をするときマスク便利ですね。マスクをしてたら誰も私が話していることに気づかないのですごく撮影しやすいです。マスクしてなかったら一人で話してるからちょっと変な人だと思われるからね。まあ気にしないけど OK。 出口を出たら左に、U ターンしてまっすぐ行くと、まっすぐ行って次右に曲がると道頓堀のグリコのサインがあるところに出ます。かっこいいね。これ竜があって、これなんて読むのかな。金龍ラーメンかな。金の龍のラーメンかっこよすぎる。ここは座るところがないですね。立ってラーメンを食べます。いいねいいね。ラーメンの匂いがすごい。あ、ルフィ見つけたこんな工事現場にルフィが使われていますかわいいね。皆さんの国ではみんなマスクをしてますか？日本ではほぼ 100% の人がマスクをしています。もちろんカフェとかレストランとか料理を食べるときはマスクしてないですけど、外にいるときはみんな必ずマスクをしてます。カニ道楽が見えてきました。皆さんわかりますか？あれカニがいますね。カニ道楽と言います。この漢字何の漢字ですか？はい、そうですね。これは牛、牛の漢字です。じゃあこの2つ、前のこの2つの漢字は何だと思いますか？ヒントは、日本の町です。兵庫県の町です。これはですね、神戸牛。皆さん知ってますよね。神戸牛、有名な、牛肉です。はい、次行きますね。いやもう人がいない。こんな道頓堀久しぶりに見た。いつもここは外国人でいっぱいで、ね、歩けないんですけど、やっぱり人がいないですね。観光客がいないので。また日本の国境が開いたら皆さんぜひここに来てみてください、ね、今は人が少ないです。じゃあちょっともう少し漢字を探しに行きましょう。すごく大切な漢字を見つけました。皆さんにとっては大切だと思います。この漢字わかりますか？ヒントは税金を払わなくてもいいという意味です。税金は tax ですね。で、払わなくてもいいは何ですか？払います to pay。 払わなくてもいい don't have to pay ですね。はい、この漢字は免税と読みます。日本の薬局で、化粧品とかを買うとき、パスポートを見せたら消費税を払わなくてもいいです。パスポートを見せるとちょっと安くしてくれます。はい、じゃあ次の漢字に行きましょう。はい、H&M を見つけました。 H&M の看板にこんな漢字を見つけました。この漢字何と読むか分かりますか？これはね、最大と読みます。最大 70% オフ。これ意味がわかりますか？最大は最も
一番という意味です。最は最もという意味ですね。で、大はもちろん大きいという意味ですね。だから at most 70%、一番大きい割引は 70% という意味です。じゃあ次の漢字を探しに行きましょう。またこの漢字何の漢字だったっけ？みんな覚えてる？薬ですね。薬局の漢字ですよ。なんかいろいろありすぎてよくわかんないはい、ここにアサヒスーパードライ、関係ないね漢字と全然関係ないけどちょっと言ってみたかったので、アサヒスーパードライ。はい、ここにはいろんな看板がありますね。有名なグリコさん。グリコさんですね。皆さんみんな日本人も外国人もこの前でグリコのポーズをして写真を撮りますね。なんかの宗教のように皆さんここでグリコのポーズをして写真を撮ります。今誰も撮ってないですけど、いつもはみんなここでグリコのこのポーズをして写真を撮ってますね。はい、2025年大阪でエキスポが開催されます。何かないかな。OK。びっくりドンキーっていうハンバーグの美味しいお店があります。ファミリーレストランです。この漢字はなんだ皆さん。この漢字はもちろん朝ですね。朝モーニング385円で、この漢字さっき見ましたね。この漢字も大事ですね。税込み、これはね税込みと読みます。 including tax、 そう including tax 385円という意味です。税込み385円。いろんな漢字がありますね皆さんね。この大阪王将、このお店は大阪に来たら必ず行ってください。何のお店かというと、じゃじゃーん、餃子のお店です。餃子がすごく美味しいので王将ぜひぜひ行ってみてください。東京にもあるけどね。たこ焼きのお店を見つけました。タコがいますたこ焼き。はい、次の漢字を見つけました。皆さんこの漢字何の漢字か分かりますか？はい、これはこの右の漢字は分かりやすいですね。見たことがあるかもしれません。これは肉の漢字です。じゃあこれはね、焼きますの漢字です。これは焼肉と読みます。はい、焼肉のお店です。やっぱりたこ焼きのお店がいっぱいありますね。たこ焼きとお好み焼きのお店がいっぱいあります。皆さんが大好きなものが出てきました。この漢字は何ですか？皆さん見たことありますか？絶対見たことある。これはね、皆さんが好きな食べ物ですよ。ヒントは皆さんが絶対食べたことがある料理ですごく有名な料理です。この漢字は寿司の漢字ですね。でこの漢字は回転寿司っていうんですけど、回転寿司っていうのはお寿司がぐるぐる回ってるレストランのことです。はい、だからここには回転寿司と書いてありますね。見ますか？もう一回、回転寿司。はい、次の漢字を見つけました。皆さんこの漢字、この上のこの漢字ですね、何か分かりますか？これは簡単ですね。皆さん絶対見たことありますね。食べますの漢字です。食べ。問題はこの漢字です。この漢字読み方が分かりますか？これね、放題と読みます、食べ放題ってどういう意味ですか？皆さん
いくら食べてもいいですという意味ですね。だから3480円を払えば、焼肉が食べ放題ですね。このお店は牛角という有名な、日本の焼肉のお店です。はい、食べ放題。次の漢字いきますね。ここにも漢字があったので、この漢字は何の漢字ですか皆さん。この漢字、この漢字の読み方わかりますか？これはね、ないという漢字ですね。ありません、ないですという漢字。この漢字は料金の料です。料理の料も同じ漢字ですね。この漢字の読み方は無料です。はい、無料っていうのは for free という意味ですね。皆さんは無料で食べられないですけど、ここに書いてるの小学生未満のお客様、小学生未満のお客様、小学生になってないお客様ですね。だから5歳ぐらいまでのお客様は無料ですということです。で、この漢字は何ですか皆さん。でこの看板すごくたくさん漢字が教えられるなこの漢字はね、この漢字はわかるかな。この漢字は半分という漢字です。半分、半額と読みます。これ小学生のお客様は、半額ですから1700円ぐらいで食べられます。はい、こっちは何です？こっちは65歳以上のお客様500円引きと書いてありますね。60歳以上のお客様は500円引きっていうのは500円割引ですね。ディスカウントがあります。65歳以上のお客様は多分こんなにたくさん食べられないので500円引きということでしょうね。多分私さっきから普通の看板の動画ばっかり撮ってるからみんなに何撮ってるのって顔で見られてますね本当に何がそんなに特別なのっていう顔で見られてますけど頑張って漢字の動画を撮り続けます。皆さん応援してくださいはい、次の漢字を見つけました。この漢字は、下に答えが書いてるけど意味は書いてあるけどなんて読むか分かりますか皆さん。サブウェイは日本語で何ですか？これは地下鉄と言います。地は ground ですね。下は下です。で、鉄は iron ですね。そう、iron under the ground 地下鉄と読みます。はい、また新しい漢字を見つけました。皆さん、この漢字は何の漢字ですか？これはさっきも見ましたよね。一番最初に見ましたよね。ダメですよという漢字ですね。禁止の禁です。この漢字は何の漢字ですか？ヒントは、ね、火の漢字があります。この漢字は禁煙と読みます。この中ではタバコを吸っちゃいけませんよという意味ですね。禁煙。この漢字はもちろん皆さん何の漢字ですか？開いたり閉まったりするからちょっと見にくいんだけど、これは入り口の漢字です。ということは多分反対側に出口の漢字があると思うので、ちょっと行ってみましょう。はい、ありました。はい、出口。これが出口の漢字です。出る口と書いて出口と読みます。はい、皆さんこの漢字は何と読みますか？ここにね、多分この中にセブンイレブンがあると思うんですけど、セブン
何と読みますか？これ、この漢字は大切ですよ。この漢字は銀行と読みます。バンクですね。はい、銀はなんだっけ、英語でシルバーで、この漢字は行きますの漢字ですね。銀行。はい、ちょっとお腹が空いてきたので、これで最後の漢字にします。皆さん、この漢字読み方わかりますか？ヒントはいらっしゃいませって書いてありますね。はい、この一番最後の漢字はわかりますね。これは中という漢字ですね。 during という意味ですね。この2つはちょっと難しいかな。でも結構大切な漢字なので、大切な看板なので、これ教えたいんですけど、これは営業中と読みます。営業中。この営業中っていう漢字は今お店が開いていますよという意味です。はい、だから今お店が開いていますよっていうことを示すために、ここにね、営業中っていう看板を置いています。はい、はい、皆さん、漢字の動画はどうでしたか？この動画が皆さんの役に立ったら本当に嬉しいです。もっとこんな動画を作ってほしいという人がいたら、ぜひぜひいいねボタンを押してください。そしてコメントも待ってます。いつも応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんのコメントで本当に元気が出るし、やる気をもらえるので本当に感謝してます。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。またね。グリコバイバイ。